結果が出せない自分は価値がないと思っていて、人生が行き詰まってしまった人は、何か欠陥があってこうなっているのではありません。また、怠けていたからこうなったのでもありません。むしろ、ものすごく努力してきました。ただ、根っこが間違っているんです。だから、頑張る方向を間違っていました。正しい根っこは、この自分で価値があると思えていることです。根っこが正しければ、その上で成功を目指すことは何の問題も生じません。でも根っこがこの自分では価値がないになっていたら、頑張れば頑張るほど幸せから離れます。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。動画では説明できないことも分かりやすく書きましたので、興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルト・チルドレンは、結果を出さないと価値がない。誰かの役に立たないとここにいてはいけない。このように感じる人が多いです。こうなると過度な結果主義になってしまいます。ここで言っている結果主義とは、自分の価値を何を成し遂げたかだけで判断する人を指しています。このような人は結果第一なので、自分の存在価値はおろか、過程や努力が評価の対象に入りません。だから結果が出ないと、ひどく自分を責めます。ひどく落ち込みます。とても大きい心理的ダメージを受けます。そもそも自分の存在に価値を感じられないので、自己肯定感もかなり低いです。そして過度な結果主義だと負のスパイラルで、この状態をどんどん深刻化にしてしまいます。これでは抑うつ的になってしまいます。今日は過度な結果主義について詳しく詳述し、違う生き方もありますという提案をしたいと思います。この動画でちょうど100本目の動画になりました。記念すべき100本目なので、アダルト・チルドレンにとっては重要な内容を選びました。また、気合を入れて動画を作りますので、よかったら最後まで見ていってください。1、ありのままの自分でいいと思っている人の強み。2、アダルト・チルドレンに過度な結果主義が多い理由。3、過度な結果主義の問題点。4、どうすればいいかという対策。5、ポイントの振り返りと補足。6、すぐにできること。このような順番で話します。まずは結果主義ではない人、ありのままの自分で価値があると思えている人の強みについて話します。ありのままの自分で価値があると思えている人と、ありのままの自分では価値がないから成功でそれを補おうとしている人とでは、同じ失敗をしてもダメージは全然違います。ありのままの自分で価値があると思えている人が成功を求める場合は、自分に満足しているのだから楽しいことや本当の自分が心からしたいことをします。また、結果がなければまるで自分が消えてしまうかのような切羽詰まった感覚もないので、結果にこだわりすぎません。結果が出なければ残念ではあるけれども、過程も楽しいです。過程も楽しいからドーパミンが出ます。ドーパミンとは快感や意欲が出る神経伝達物質です。快感や意欲が強ければ失敗してもそれほどダメージにはならないし、それどころか失敗から成功につながる何かを探し出すことを苦労なくできます。
だからいつか成功する可能性が高いし、仮に物理的な成功はしなくても、ドーパミンを出して好きなことをしている時点でもうすでに成功していると言えます。他にもありのままの自分で価値があると思えている人は、自分の短所も認めているのだから、たとえ誰かに批判されても自己否定にはまることがなく、精神的に安定しています。また、ストレス解消やメンタルの回復方法は、成果を過度に望んで何かをするのではなく、ただ好きだからやること、ただしたいからすることです。ありのままの自分で価値があると思えている人たちは、好きだからしている人たちです。だからストレスが溜まりづらいし、溜まっても解消も早いです。そして失敗しても大きなダメージにならないので、肩に力の入らない状態で気楽に挑戦ができます。そこでスキルが伸びやすいし、実力も発揮しやすいです。さらに自分に満足しているので、周りに優しくできます。もちろん子供にも優しくできるし、ありのままの子供を受け入れられます。このような人は周りと協力する姿勢が持てるし、人間関係もうまくいきやすいです。では、このようなありのままの自分で価値があると思えている人が親になった時の強みも考えてみましょう。子供に結果を求める親とは違って、子供と自分が幸せになれる時間を求めます。一緒にキャッチボールをしたり、公園で遊んだり、テレビを見たり、した方がいいとか、しなければ大変なことになるからするのではなく、したいことをします。親が子供を操作するのではなく、一緒に楽しみます。子供は親が一緒に楽しんでくれているのだから、この自分でいいんだ。ありのままの自分でいいんだ。自分は受け入れられていると感じます。自己肯定感が高くなります。次はアダルトチルドレンに過度な結果主義が多い理由です。多くのアダルトチルドレンは存在自体を丸ごと受け入れてもらうのではなく、成績が良ければ愛される。親の役に立った時だけ褒められる。のように条件付きの愛で育ってきます。子供に完全な愛を与えられる親ならほとんどいません。多少ならどこにでもある光景ですが、でも子供をアダルトチルドレンにしてしまう親はこれが顕著です。子供が何かをしないとまず褒めません。また子供は結果が出せない時には愛されないのであれば、ありのままの自分に自信が持てなくなります。自己肯定感が低くなります。ありのままの自分に自信がなく自己肯定感が低いと、何か違ったもので補おうとします。そこで外側の成功で補おうとする人も出てきます。よって完全主義になりやすいですが、さらに条件付きの愛で育てられていればなおさら完璧でなければならないという認知の歪みを作りやすくなります。このように親に結果を求められていたり完璧を求められていれば、自分でも結果を求めたり完璧を求めるようになりますが、これは自分でも自分に条件付きの愛を採用しているということです。こうして多くのアダルトチルドレンは過度な結果主義になりがちです。そこでアダルトチルドレンは大人になっても成果がなければ
誰かの役に立たなければ自分は価値がないという感じ方を植え付けている人が多いです。だから多くのアダルトチルドレンは自分を犠牲にしてまであんなに頑張ってくれるんです。アダルトチルドレンは周りに嫌われることが多いですが、基本的には嫌われようとしているのではなくて、このように頑張ってくれる人です。でも、もう疲れているはずです。もう周りの人に優しくするより、自分に優しくしてあげてほしいです。では、子供を過度な結果主義にしないために褒めればいいのかというと、そう単純ではありません。褒める親がいい親で、怒る親は悪い親と思われがちですが、これには落とし穴があって、褒めればいいというものではありません。子供を過度な結果主義にしてしまう親も褒めます。正確には子供を過度な結果主義にしてしまう親は褒めているのではなくて、褒めたふりをして操作しているんです。ありのままの子供を受け入れていない親が結果が出たから褒めるのは操作です。ありのままの子供を受け入れている親は結果ではなく、挑戦した勇気や頑張った努力や存在自体を褒めます。同じ褒めるのでも結果だけを褒めるのは毒親です。こういうふうに言うと、うちの子はお手伝いはしない、勉強はしない、問題ばかり起こす、放っておくとゲームしかしない、怠けているだけです。怠けていても褒めるんですかみたいに言ってくる人がいますが、こういうふうに言う時点でもう結果主義ですよね。そしてゲームしかしないはずはないんです。ゲームしかしないというのは誇張されています。誇張されるのは憎しみがあるからです。おそらく子供だけではなくて自分自身にも厳しいと思います。大人でも休む時間、遊ぶ時間は必要です。ましてや子供ならなおさらです。自分にも子供にもここにいてくれてありがとうと褒めてあげてほしいです。次に過度な結果主義の問題点について考えてみましょう。過度な結果主義の問題点の一つ目は、幸福感を感じられません。内面が満たされていて、ありのままの自分で価値があると思えている人が成功を求めるのと、アダルトチルドレンのように、ありのままの自分では価値がないからと、成功でそれを補おうとしている人は、同じようでも全然違います。ここではありのままの自分では価値がないからと成功でそれを補おうとしている人を取り上げています。ありのままの自分では価値がないからと成功でそれを補おうとしても幸せにはなれません。内面に穴が開いてれば成功してもすぐにもっと上に行かなくてはという焦りになります。もっと上に行ってももっともっと上に行かなくてはという焦りになります。今この瞬間の幸せとは、お金があるとか、一戸建ての家があるとかで決まるのではなくて、今何を考えているかで決まります。今恋人とうまくいっていることを考えている。今大好きなペットと遊んでいて大好きなペットのことを考えている。今自己実現的に夢中になっていることがあってそのことを考えている。このようなポジティブなことを考えている人は幸せな気分です。
なのに成功しないと自分に全く価値を感じられない人の思考は結果ばかりを気にするので、あれは失敗した。あの時もっとこうしておけばよかった。次も失敗するのではないか。次も失敗したら終わりだ。このように過去の後悔や未来の心配ばかりになり、ネガティブ思考になります。これではこの瞬間不幸です。もっと言うと、成功しないと自分に全く価値を感じられない人が今恋人と一緒にいるとします。それなのにこういう人は、あれは失敗した。あの時もっとこうしておけばよかった。次も失敗するのではないか。次も失敗したら終わりだ。このようなことを考えます。本当は幸せになれる状況なのに、幸せになれない思考をしてしまいます。根っこは何かを成し遂げないと自分には全く価値がないという思い込みがあることです。これがあるので思考が結果を出すために過去の反省や未来の心配ばかりになっています。もしありのままの自分に価値を感じていたとしたら、ありのままでいいのだから楽しいことや幸せになれることに意識が向かいます。そしてありのままの自分では価値がないと信じ、成功で価値を補おうとしている人は、好きなことや本当の自分がしたいことをしているのではなくて、結果だけを求めているだけなのでドーパミンが出ません。だからモチベーションは上がらないし、楽しくないし、持続的な充実感や達成感も得られません。もっともっと上に行かなくてはとエンドレスで焦っているうちに燃え尽き症候群になってしまうかもしれません。燃え尽き症候群とは、今までがむしゃらに頑張っていた人がある日急にエネルギーが切れて動けなくなってしまうような状態を指します。過度な結果主義の問題点の2つ目は、自己評価をどんどん下げます。もうすでに過度な結果主義になるように育てられている時点で、自己肯定感や自己評価は低くなっていることが多いですが、さらに過度な結果主義ならば、どんどん自己評価は下がります。結果が出せなければ価値がないと感じるのだから、結果が出せなかった時に自分自身を否定的に捉えてしまうからです。これだけで自己評価は下がっていきます。結果主義の人はこれだけではなくて、人は小さい頃に安心できる環境で愛されないと心が成長できませんが、心が成長していない人はすぐに結果を欲しがるという傾向があります。アダルトチルドレンはただでさえこの傾向を持っていますが、さらに過度な結果主義で結果だけに重点を置くということは、余計に結果をすぐに欲しがるということです。大抵のことはすぐに結果など出ませんので、すぐに結果を欲しがる人は自己評価のさらなる低下を避けられません。過度な結果主義の問題点の3つ目は、人間関係を悪化させます。ありのままの自分では価値がないからと、成功でそれを補おうとしている人は、成功がただ欲しいのではありません。必要なんです。必要で必要で必要なんです。結果を過度に望んで何かをすると、ストレスが溜まったり、メンタルが激しく疲れます。結果のみで自分の価値が決まる人は、ストレスが溜まったり、メンタルが疲れるだけではなく、
他者との比較や競争意識が強まります。この状態だから結果を出すためにものすごく頑張りますが、この努力を邪魔する人がいたら憎しみを持ちます。努力は人によって違うので、例えば図書館で毎日毎日勉強しているとします。そういう努力が必要な人は、図書館の席が他の人で埋まっているとものすごいストレスや憎しみになります。そこでスマホなどを見ている人がいたら、勉強しないなら早くどけという怒りになります。あるいは自分の成功を邪魔する人にも憎しみを持ちます。意地悪で邪魔する人だけではなくて、例えばライバルなどにも憎しみを持ちます。こうなると人と協力ができません。人は蹴落とすべき敵になります。これでは人間関係は悪化していきます。ではどうすればいいかという対策です。まず大事なことは、結果主義の人から離れるということです。どんなことも自分を変えたいときは、一番最初に環境を変える必要があります。離れないとそばにいるだけで悪影響を受けてしまいます。だから結果主義の人から離れて、同じような価値観や課題に取り組んでいる人のそばに行くと自分を変えやすいし、周りと同じ価値観なのだから自己肯定感も上がりやすいです。自分と同じ価値観の人たちの集団に入らなければいけないというわけではありません。一人でも自分が目指している価値観と同じような価値観の人がいれば十分です。多数派が正義ではなくて、自分の価値観が正解です。次に、過度な結果主義という認知の歪みの改善を試みましょう。要するに、結果にこだわりすぎる人の多くは、過度な結果主義の親、あるいはあなたに役に立つことを求めた親に条件付きの愛で育てられてきています。なので、結果を出さないと、誰かの役に立たないと、自分は価値がない。だから結果を出さなければならないんだ。という強い思い込みを植え付けてしまっています。でも本当は存在するだけで愛されるはずだったんです。だから今から自分は誰の役に立たなくても価値があるという感じ方にしましょう。心の習慣を変えるのは難しいですが、まずはいつでもどっぷり結果主義になっていることに気づいてください。この認知の歪みを改善するには、自分は結果に固執しているということに気がつく必要があります。そしてそれがあるから結果が出せなかった時に激しく自己否定をしているということにも気づく必要があります。次に、この考え方は自分を幸せにする考えなのかと考えてみましょう。その上で結果主義を続けたいというのであれば、それを採用し続ければいいです。でも結果主義を変えたいと思うのであれば、時間をかけて次のようなことを取り組んでみてください。まず、条件付きの愛で育ったためにできた思考回路を、結果が出たから価値があるというジャッジから、結果に関係なく価値があるというジャッジへ、目に見える結果から目に見えない評価基準へ、結果を出すことより楽しむことへ、
結果を出すことより挑戦することへ変えましょう。すぐには変わらないので変えることを目指しましょう。それを目指すことを頭に入れておきながら、日常生活では人と比べることをやめましょう。他人の成功や評価と自分を比べるのではなく、あくまで自分自身の楽しみや成長に意識を集中させることで、結果主義に戻されるのを防ぎます。次に、自己肯定感が極端に低いと、どうしてもそれを見返そうと結果を求めてしまいます。自分の人生を生きるには、自己肯定感を上げることも大切です。そのためには、仮に失敗しても自分に対して優しく接し、自分の味方になることが大切です。今まで過度な結果主義だった人が、急に結果が出ていない自分の味方になるのは難しいです。なので最初は、結果が全てではない。自分はありのままで価値がある。そう思えないのは、小さい頃から条件付きの愛で育てられてきたからだ。このような言葉を自分に繰り返し何度も何度も語りかけることで、自分の味方になりやすい状態へと変えていきましょう。過度な結果主義は小さい頃からこびりついている思考なので、仕事のことだけとか、スポーツの時だけとか、そういう部分的なことではなくて、生き方全体が結果主義になっている人が多いです。例えば、アダルトチルドレンの回復もそうです。なかなか回復しないとします。だから自分はダメなんだ。どうせ自分にはできない。もっとこうならなきゃいければダメだ。もういい加減この自分嫌。このように成長しない自分に怒り、その自分を拒否しているというのは、結果主義になっているということです。このようにネガティブな思考ばかりしていると、うつ病に近づいてしまうかもしれません。だから、結果主義的思考をするのではなくて、自分は今こういう状態なんだな、と余計な自分への評価は入れずに、自分の状態だけを見つめてください。時間はかかりますが、自分を責めずに自分の状態だけを見つめていると正しい方向へ進みます。まとめると、いずれも時間をかけて自己否定をせずに自己肯定感を高めること、認知の歪みを直すことなどが正しい方向です。自己肯定感の高め方は、自己肯定感を高めようの再生リストを、認知の歪みについては、アダルト・チルドレンの認知の歪みという再生リストを参考にしてください。では、ポイントを振り返りながら補足します。一口に結果主義といっても、誰が結果を求めているのかで全然意味合いが違ってきます。例えば、ありのままの自分に価値を感じている人が自己実現的に成功を求めているのと、成功しないと自分に全く価値を感じられないから結果が必要になりすぎている人は全然違います。心理的健康度も普段の精神状態も失敗した時のダメージも幸福度も周りに与える印象も全然違います。この動画で取り上げている結果主義者とは、成功しないと自分に全く価値を感じられないから結果が必要になりすぎている人を指しています。このような人はまず何より幸福感を感じられずに人生が辛いだけだし、結果が出せなかった時のダメージは必要以上に大きくなるし、自己否定が強くなるし、心を悪化させていきます。
過度な結果主義は、このようにいろいろな問題点が出ますが、そもそも自分の内面の問題を結果で補おうとしているところが間違えています。正確に言うと、選択して間違えたのではありません。多くのアダルトチルドレンは、存在自体を丸ごと受け入れてもらうのではなく、成績が良ければ愛される、親の役に立った時だけ褒められるのように、条件付きの愛で育ってきます。無条件で愛情をもらえなかった。でも、どうにかして愛情をもらおうとした。その過程で、結果を出さないと価値がないという思い込みを作り、脳が固まってしまいました。つまり、選択したのではなくて、こうなるレールの上を走り続けて、いつの間にか結果主義になってしまったという人が多いです。そして多くの人はこのことに気づきません。自分が過度な結果主義なことにも気づかないし、結果が出せない自分は価値がないと思っていることがおかしいとも気づいていません。気づいていなくても人生が苦しくて生きづらいことには変わりません。そこでとても頑張っています。でも、ありのままの自分では価値がないからと、成功でそれを補おうとしても幸せにはなれません。仮に成功しても幸せにはなれません。結果が出せない自分は価値がないと思っていて、人生が行き詰まってしまった人は、何か欠陥があってこうなっているのではありません。また、怠けていたからこうなったのでもありません。むしろ、ものすごく努力をしてきました。ただ、根っこが間違っているんです。だから、頑張る方向を間違っていました。正しい根っこは、この自分で価値があると思えていることです。根っこが正しければ、その上で成功を目指すことには何の問題も生じません。でも根っこが、この自分では価値がないになっていたら、頑張れば頑張るほど幸せから離れます。だから大切なことは、根っこを変えることです。この自分で価値があると思えるように自己肯定感を上げることです。そのためには、そばにいる人に気をつけなければいけません。ありのままの自分に価値を感じられずに、過度な結果主義になっている人は、他人のことも役に立たないと批判します。あなたを批判する人のそばにいれば、この自分では価値がないという思いが強くなります。そのような人からは離れましょう。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、家庭を楽しもうです。ただしたいからという理由だけで何かを始める練習をしましょう。練習が必要です。結果を出して楽しむのではなく、過程そのものを楽しむ練習です。優勝するために猛練習するのではなくて、楽しむために練習をしましょう。過程を楽しめれば、過程が楽しいのだから、結果が出れば出るに越したことないけど、結果に関係なく満足です。これを目指しましょう。もう一つ、今やっていることについて自分を褒めましょう。結果が出てからご褒美をあげるのではなくて、挑戦している自分、頑張っている自分にご褒美をあげましょう。過度な結果主義から抜け出すには、自己需要をすることがとても大切です。
アダルトチルドレンが自己否定をやめる方法。アダルトチルドレンは自己需要から始めようなどの動画を参考にしてください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。いつも応援してくださる方々、本当にありがとうございます。おかげさまで100本目までなんとかやってこられました。今後もアダルトチルドレンが少しでも生きやすくなるための動画を全力で配信していきますので、応援してくださる方、仲間になってくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。